先日の動画が少し遅れてしまったので、後編を見て少しだけ補足してアップロードしようと思ったのですが、思っていた以上にとんでもない出来事が起きていました。あれこれ紹介を付け加えていくうちに長くなってしまい、結局動画を分けました。ドルフロイチ、ウィコーラックスのネタバレがあります。今回の話はドルフロイチの最後の物語に関係しています。前回の動画の続きです。フランクフルト空襲の後、指揮官はウィリアムの排除に失敗していました。その理由はルニシアが指揮官を止めたからです。今ではなく別の機会に射殺しなければならないと言います。そうしてこそ希望の未来へ進めるのだと。ただしウィリアムを射殺するなら代償を払うことになると注意しますが、指揮官はそれを受け入れます。それを聞いたルニシアは自分の言う通りに行動するべきだと言います。すべての過程が明かされたわけではありませんが、第一段階としてルニシアの最後を見届けることから始まります。ルニシアの最後を見届け、指揮官が公式には行方不明扱いとなった後、指揮官はサーの拘束から脱出します。そしてウィリアムが保護されているホワイトゾーン深部へ向かい、残った人形たちを連れて突撃します。この過程で私たちは指揮官が死亡するいくつもの世界線を見ます。アンジェリアやカリナが関わった過去の事件の分岐、そして今まさに突撃している時間帯まで、ルニシアはダンデライオンを通して複数の世界線で指揮官を生かします。指揮官が死亡する数々のバッドエンドはルニシアとゲームのプレイヤーだけが知る話ですね。指揮官はついにウィリアムのいる研究室に到達します。ウィリアムは自分の悲願、ルニシアの復活を完成させたばかりでした。指揮官はトカレフの素体を借りたダンデライオンと共に復活したルニシアと対峙します。しかしそのルニシアは本物のルニシアではありませんでした。ネイトの身体を使い、ウィリアムの執着が反映された歪んだ意識を持っていました。簡単に言えば本物を真似た存在。ウィリアムが思い描くルニシアとして設定されたネイトに過ぎなかったのです。ダンデライオンは偽のルニシアを撃退し、その意識の奥深くで本物のルニシアに安らぎを与えます。こうしてウィリアムは護衛を失い、指揮官はウィリアムを射殺します。その後、ダンデライオンは偽ルニシアの素体へ移ります。そしてその素体は私たちの知っている姿へと変わります。指揮官はダンデライオンに尋ねます。ルニシアが言った通りにことが進んだのは彼岸の力なのか、そして指揮官が支払うべき代償は何なのか。これらの質問に対し、ダンデライオンは彼岸に関する謎めいた問いを投げかけます。女神は一人だけなのか、女神は全知全能なのか、女神によって変えられた世界線は存在するのか。指揮官は答えることができませんでした。そしてダンデライオンは警告します。彼岸について永遠に知ろうとしないことを。これが今回、火花の罪後編でダンデライオンが語った約束です。そしておそらくルニシアもまた指揮官が彼岸へ近づくのを止めていたように見えます。物語全体で明確に描写されているわけではありませんが、この一連の過程で彼岸が一度開かれたのではないかと推測されます。指揮官は彼岸を一瞬見たものの理解できなかったようで、オルフェルーネも近くで巻き込まれていた可能性があるようですね。では遺跡、あるいは彼岸が何なのかという点ですが、明確に語られた部分はありません。この世界観の中でも最も神秘的でミステリアスな部分です。ドルフロイチではほとんどの場合彼岸を開かせないために戦っており、物語の最終盤で間接的に開かれたのではないかと推測できます。一方、ドルフロニ基準で20年後の未来を扱うリコーラックスでは、最高の科学技術を持つ南連が遺跡技術をある程度活用している様子が描かれます。また、遺跡に触れた人々は何らかの悟りを得るようです。
鋼の錬金術師のような感じですね。今回のオルフェルーネと同じ方法かは分かりませんが、何人かは接触に成功したことが知られています。特定の方法で遺跡や放射線に触れた場合、老化が遅くなったり膨大な知識を得ると推測されています。最も有名なのはアーサー・ヒューム、人形制作者です。遺跡で何かを見て悟りを得た後に書いた論文を販売し、テルシカやマーシャといった他の人物に人形制作の重要な基盤を提供しました。このように遺跡に触れた者は祝福を受けた者と呼ばれているようです。このようにミステリアスな空間ですが、一部の人物たちはストーリーで彼岸に到達していたり、シオンに到達する方法を持っていました。最も代表的なのはルニシアです。様々な複雑で多くの事件を経て、現在は彼岸で指揮官を見守っています。今回のストーリーでも声のみ登場し、チルロビグに警告を送り、オルフェルーネを救うなどの姿を見せました。そしてドルフロイチで彼岸へ行く鍵として、エルマと RPK-16 がいます。RPK-16 はパラデウスになった際、実験的な手術によって鍵となりましたが、これは不完全、あるいは偽りのものとして描写されます。完全な鍵ではないようですが、それによって未来の可能性を見てアンジェリアに伝えたようです。エルマはアーサー・ヒューム博士の人形です。複雑な事情はありますが簡単にまとめると、エルマはヒューム博士が用意した鍵であり、人間になれる可能性がありました。彼岸へとつながり、人間になる選択肢を選ぶこともできましたが、エルマは人形として残ることを選び、道を閉ざして消滅します。正直、この部分については非常に曖昧に書かれているため、確定的な内容ではありませんが、彼岸に触れることができた程度に理解すればよいでしょう。最後に、未来であるリコーラックスの物語。主人公のジェフティは彼岸を通じて記憶を受け渡すことができます。自身とモンドが死亡するバッドエンディングを迎えると、記憶を別の世界のジェフティへ送り、再び最初から始める、いわゆるループが可能でした。この他にも主要人物たちが彼岸内部で会話する場面がありますが、背景は今回のイベントと似ています。新たに巻かれた伏線と見て良さそうです。まずはサーから簡単に話しましょう。以前にも何度か話した悪い元社長です。ドルフロイチの時点でワルレンを設立するためにあらゆる手段を動員し、数多くの複雑な政治劇を繰り広げました。この過程でウィリアムと協力することもありました。そのため、パラデウスを殲滅しようとする指揮官をしばしば妨害します。政治家なので、主に政治的手段で指揮官を縛ろうとします。サーは有能な指揮官を自分の側に引き入れようとします。もちろん指揮官は、このような人物に協力するような人ではありません。チュートリアルで、指揮官に自分の側に立つかどうかを尋ねる人物でもあります。ドルフロニのチュートリアルは、ドルフロイチの最後の場面で、ここで指揮官は自己追放を選ぶことになります。次はハーベルです。人形製造会社 IOP の CEO ですね。民生用人形の大半を製造している巨大企業で、ドルフロイチで人形を入手するための製造は IOP に依頼しているわけです。指揮官を好意的に見ており、可能なら助けようとしますが、グリフィンとも関わっており、政治に巻き込まれた重要人物でもあるため簡単には動けません。できれば指揮官が大きな事件に関わらないでほしいと思っている人物です。そのため味方でも敵でもない曖昧なポジションで登場します。腹の内が読みにくい人物で、基本的にはサーのラインの人間なので、指揮官の立場からするとあまり歓迎できる顔ではありませんが、今回も指揮官をさりげなく見逃しているところを見ると、やはり友好的な人物ではあるようです。ヘレナの先生について簡単に触れておきます。
ヘレナの先生、そして元となった人物はリコーラックスに登場するヘレナのようです。ヘレナはリコーラックスの主人公モンドの母親です。そして完全免疫体でもあります。夫と共に三女神計画に参加し研究していました。三女神計画はざっくり言えば遺跡の鍵を作る計画です。成果がある程度整うとウィリアムが研究所を襲撃し成果を奪おうとします。その過程で行方不明となり、それ以降登場していません。完全免疫体という非常に特異で貴重な体質、そしてウィリアムに対抗する手段を開発するなど重要な要素を持っています。リコーラックスでも多くの情報が明かされている人物ではありませんが、ドルフロにでももしかすると登場するかもしれませんね。次は最後に少し触れられたミーシャです。本名はミハイル・セミヨーノビチツビ軍。登場自体はそれほど多くありませんが、ドルフロの勢力争いの中で最も重要な位置を占める人物の一人です。1951年生まれで、遺跡に触れて長寿になっていると推測されています。そして遺跡技術の開発には反対する立場です。新ソ連国家保安局の隠れた実力者であり、指揮官を利用してグリフィンを牽制しています。ドルフロイチのエンディングでは、指揮官がウィリアムを射殺すると祝福のメッセージを送り、指揮官がエルモ号に乗って亡命できるよう支援します。また既存の人形たち全員に自主権を与えるプロトコルを渡します。ドルフロニで人形たちが自由なのはそのためです。ミーシャ関連のストーリーは秘密めいて描写されており、多くが公開されていません。設定資料集の数段落とミステリアスなテキストから推測する部分が多いです。したがってひとまず簡単にまとめるなら、指揮官を利用してはいるものの基本的には友好的な人物であり、世界観の革新勢力を率いる存在という程度を知っておけばよいでしょう。以上、火花の罪後編で言及された前作要素を軽く見ていきました。予想していたよりもずっと深く複雑な物語が扱われていて驚きましたね。今回とても興味深かっただけに、今後の大型イベントストーリーがさらに楽しみです。ありがとうございました。